はい、皆さんこんにちは。今日はですね、スパイシーなキャロットラペ、ね、今までもキャロットラペは数々やっておりますが、今日はですね、辛くないマイルドなキャロットラペの応用をいたします。フランス語はキャロットラペね、キャロットラペオエピス、でございます。今日はですね、じゃあ17番でやってみたいと思います。では材料の紹介です。はい、人参ですね。これよく洗っております。気になる方は皮を削っちゃってください。大体これで、200g 弱ありますので、あとは、にんにくすりおろしですね。カーシュナッツ、今日はこの、焼きカーシュナッツを使います。塩、レモン汁、クミンね、人参といえば、クミンですね。あとコリアンダー、クミンね。クミンは、ギャバンのクミンがございます。そしてコリアンダー、ギャバンです。鷹の爪、オリーブオイルです。そしてね、皆さんこちらね、いろいろね、こういうギャバンでカレーパウダーとか、ナツメグとか、カルダモンね、大好きです。とか、ジンジャーね、生姜、ガムラマサ、ね、とか、チリパウダーね、これいろいろご家庭で余ってるものをね、お好みで使ってみてください。はい、それではね、ご家庭用のラペ用の人参ですね、こうやってね、便利ですね。このようにねラップしておきます。そうしましたら、最初にですね、まずにんにくのすりおろしたのね、にんにく、そしてカーシュナッツをね刻んでおります。これぐらいにね、ちょっと、そしてお塩パラ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 、そしてレモン汁ですね。でこれをこうやって最初あえておきます。よくね、レモンはねこの色止めにもなりますので、よくねこうやって混ぜておいてください。はい、それでは、エピスを炒めます。オリーブオイル、ちょっとねオリーブオイル多めです。そしてすかさずクミン、コリアンダーパウダー、そして鷹の爪ね、これをよく炒めるんですけど、まだこれオリーブオイル冷たいので、温かくなったら焦げやすいので、弱火にして1分ぐらい、香りを立たします。熱くなったら弱火にします。それまではちょっと強火で温めます。焦げやすいので気をつけてください。はい、ここまで来ましたらね、弱火にしますね。かなり弱火です。で1分じっくり焦げないように炒めます。6月はね、大谷さんも絶好調でしたけどね、これから夏にかけてね、まあ多分ね最後はきっと投げると思いますよ、皆さん。シーズンの終わり頃はね。ちょうど今から7、8年前ですかね、東京のキャンティというね、キャフェでイチローさんからね
17番をその頃は17番じゃなかったかな、紹介していただいたんですけどね、多分大谷君は忘れてると思うんですけども、はい1分経ちましたので火を消します。そうしましたらね、皆さん見てください。この冷たい中にですか、冷たい中に感じで、人参は今これ冷たいですから、この熱々のオリーブオイルをかけると、チエドって言ってね、こうぬくい感じになります。このぬくい感じがね、しんなり火が通って、バッチリです。でこれをね、もうぬくいまんまこのままいただくのもおしゃれですし、冷蔵庫でねしっかり、熱を冷まして、するのもおしゃれです。はい、それでは盛り付けに行きます。程よく盛り付けます。美味しそうですね。やっぱりね、人参にはね、なぜかクミンがね合うんですよ、皆さん。なぜか分かりませんが、クミンが合うんですね。はい、出来上がりです。はい、それではね、スパイシーなキャロットラッペね、いただいてみましょう。コリアンダーのねパウダー結構効いてますね。クミンはね相性がいいんですけど、やっぱコリアンダーが非常にこうマッチングして、なんて言うんでしょうね、前はね明太子を入れたりとかですけど、これは非常に大人っぽいフランスっぽい感じがしてて、大人の、キャロットラッペってね、おつまみ、にとってもいいと思います。これですとね、また冷蔵庫に寝かすともう少しまた火が入るというかね、非常に歯ごたえがシャキシャキして、これ黒缶っていうんですけどね、大人っぽくていいと思います。今日合わすワインはオー・レゼルヴェ・ゲストラ・ラ・ミネール、チリの、ラベル・バレーというね、チリの白ワインでね、チリもなかなか蜂蜜のね香りがして非常にこのスパイシーなキャロットラペには非常に甘口でよろしいと思います。これだとね皆さんもうさっとねできますんで、夏にちょっと食欲ない時とかね、冷えた、白ワインか、これだとビールも結構ね合うと思います。冷え冷えのねと召し上がっていただくと、おつまみ夏の夜長にね、ぜひ大人の雰囲気で、こういうのを作ってくれる人がおりましたら、募集しておりますので。ということでかなりグーでございます。どうぞ、皆様も、夏作ってみてください。グーです。